盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマは盆栽の初心者の方がちょっと間違いやすい考え方、個人的にですけど3つ挙げさせてもらいました。その中身なんですけども、よいしょ。枝の多い方を正面にしがち、枝を切るのがかわいそうというね、優しい方の覚え、大きくしていくものだ、もう盆栽はもう大きくしていくもんだとこういうね、ちょっと初心者の方からこうよく聞くんです。こういう YouTube でね、盆栽これから始めたいみたいなねいう人と結構関わることがあって、こういう考え方あるんだなと。でもそれはちょっと違いますよみたいな、3つ用意したんですけど、まずはその枝の多い方を正面しがちと、この木ちょっとモデルに用意してるんですけど、正面こっちなんですね。で裏側がこうなんです。でパッと見たらね、こっちの方が枝が多いんですね。だからこっちの方が派手でね、これ綺麗だからこっち正面に飾ろうってね置いてたりするんですよ。でも実際盆栽の、どっちでもいいんですけどね、その人の好みでいいんですけど、盆栽の常識というか、考え方で言うと、この幹足元のこの粘りとか、幹の太さ、幹のくねりみたいなとこがすごいそうですね、一番と言ってもいいぐらい大事なとこだったりするんで、まずはこの盆栽こういうとこ綺麗でしょ、いいでしょっていうのをこう見せつけるためにやっぱこっちが正面になるんですね。だから木の正面変えたりする時も、この木の幹が一番いいところプラス枝の場所がいいところと、枝は後からなんですね。まずはこの辺が売りになるんで、幹がよく見える方。ただこっちに比べるとこっちの方が緑の量が多いんでね、多分そういう考え方でこちらを正面に置く方多いんでしょうね。僕もちょこちょこね、家族旅行だの、外食だのした時にね、泊まったホテル盆栽飾ってやったらもう完全にこっち側が正面に向いてたりとか、近所のうどん屋さんでもこっち正面だなみたいな、すごくそれ正面言いたいな、こっち違うのな、でも個人の好みやからしゃあないかみたいな感じで黙ってやり過ごすんですけど、やっぱり盆栽幹とか足元のねいいとこよかったらね見せてあげてくださいという、そういうお話です。次、枝を切るのがねかわいそうという方おられまして、本当にね優しい方なんだろうなと思うんですけども、やっぱ盆栽ずっとこのまま折ってくれんので、ほっとくとどんどん枝が伸びて、で枝が伸びて葉っぱも増えてとなったら中の方の芽がね日陰になってだんだん枯れていくんですけども、やっぱ切るのかわいそうって切らんでもやっぱりかわいそうな芽が奥には出てきたりするんでね、どっち取るかなんですけど、できたら木がね綺麗な方が管理してる人間も気持ちよく管理できると思うんで、切るのかわいそうというのは気持ちはねよくわかるんですけども、切ってあげて綺麗な状態で、中の芽がね枯れないように、やっぱ中の芽もしっかりね日当たりよくしよう思ったら切らないとどうしようもないんで、かわいそうかと思いますけど、正しい切り方はいるんですが、切ってあげてください。もう切らずにってはちょっと難しいですね。外のね自由奔放な防風林みたいなところの松なんかはもう大きいですしね、ああいうのはいけるんですけど、盆栽となったらある程度切ってあげた方がいいなと思います。で最後大きくしていくものと書いてるんですが、小さい盆栽なんかうちあります。これも割と小さい方ですけども、ちょいちょい盆栽あんま知らない方がたまたま来られて、した場合にこれもっと大きくしていくんでしょって言われるんですね。で
例えば小さい盆栽だったらじゃあこれ小さいから安いんでしょみたいなお話も同時にもらったりするんですけども、全然そうでなくて、盆栽の大きさってやっぱり幹に対してもう大体決まってるんですね。こういう幹だったら例えばこの子の幹に対して枝の長さが例えばこれぐらいあったらやっぱちょっとね幹が細く見えたり小さく見えたりね、なんか変な感じになります。だからこの幹にあったこの今枝ちょっと手入れちゃんとできてないですけど、幹にあった枝の長さでやっと綺麗に見えるっていうところがあります。だからそうですね、幹がめっちゃ太くて長かったらまあ少々枝が長くてもまあいけるというかね。であとまあ大きくしていくものでしょっていう勘違いと同時に、さっきも言ったんですけども、小さいイコール安い、大きいイコール高いでもないです。小さくても全然値段の張るものもありますし、値段度外視しても小さくても素晴らしいなかなか作れないような木はもう全然あるんで、大きいからいいっていうもんでもないです。なんならもう細いから悪い太いからいいっていうもんでもないですね。そこはもう好みだったり、値段の面で言うと細いより太いっていう方が値段が高くなることはあるんですけども、それはもう持った人の好みでね、値段は気にせずに、もうその大きさがいいと思ったらそれがいいし、大きくしたいと思ったら大きくするのもいいんですけど、何でもかんでも大きくするもんではないですよという、そういう、考え方ということです。今日は初心者の方が間違いやすい考え方3つということで用意しました。枝の多い方を正面にしがちと、枝を切るのかわいそうと、盆栽をもう何でも大きくするもんだという、こんな考え方があるんですけど、そうではないですよという、お話でした。じゃあ盆栽からしたらもったいない、高松の盆栽北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。